さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、もう絶対失敗しないスコーン、こちらをご紹介したいと思います。めちゃくちゃ美味しいので、最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。薄力粉ときび砂糖、無塩バター、これ全卵1個ですね。ヨーグルトとベーキングパウダー、あと牛乳、これで作っていきます。はい、じゃあ生地ちょっと作っていきたいと思います。まずちょっと大きめのボウルに粉類をふるって入れたいので、薄力粉ですね。薄力粉入れます。で、ベーキングパウダーですね。これも入れちゃいます。で、必ず粉は一度ふるってください。その方が絶対失敗しないので、今回で言うとベーキングパウダーが知ってることがすごい重要です。まずここでしっかりふるっておきます。はい、粉ふるいました。これちょっと一旦ここで置いときます。はい、次バターなんですけど、これ冷蔵庫に入ってたちょっと固めのバターです。これを適当なサイズに切ります。何でもいいんですけど、なんで冷たいバターかっていうと、これをこの粉の中に入れて、このバターの塊があちこちに分散してるといいんですね。分散してくれると、そのバターが溶けて層になってくんで、それがスコーンの美味しさに変わります。なのでこういう適当なサイズで大丈夫です。細かくなんか正方形に切ったりとか気にせずに、これパラパラな状態をこっちに入れていきます。で、このバターが柔らかすぎちゃうと、こういう風にパラパラにならないので、冷たい状態のバターを使ってください。はい、これ今バター入れた状態なんですけど、この後こうやってしっかりちょっと混ぜてあげます。なんかこうバターが細かく粉に包まれて散っていくようなイメージですね。はい、これちょっとこうやって混ぜてもらって、この後お砂糖入れるんですけど、お砂糖最初から入れたらいいじゃんって思うんですけど、お砂糖とバターが最初に触れちゃうと、お砂糖がバターの水分を吸っちゃうんですね。クッキーみたいに。そうするとこうちょっとべちゃべちゃな、あんまりこうサクって上がらないスコーンになっちゃうので、お砂糖は後で入れてください。後っていうのはバターの周りに粉がついた状態ですね。その後にお砂糖を入れるのが結構おすすめです。じゃああと残りの材料3つここに入れていきます。はい、じゃあここに材料混ぜていきます。まず卵ですね。今真ん中からネチネチ混ぜてます。で、ここに牛乳、あとヨーグルトですね。ヨーグルトちょっと入れたくないとか、ちょっと少ない量だから入れなくてもいいかなとか、牛乳に変えたいなとかあるかもしれないんですけど、ヨーグルト入れるとすごいふわっと焼けます。で、サクサク感も増して美味しくなるんで、ぜひ入れてください。で、これちょっと混ぜていきます。はい、これひとまとまりにこうやってなってきたら、こんな感じですね。ちょっと触ってもまだちょっと手につくかな。結構綺麗に混ざってます。で、これこの後伸ばしていくんですけど、すぐ伸ばしちゃうとちょっとベタベタしちゃうので、30分から1時間ぐらい冷蔵庫でラップでくるんでちょっと寝かしたいと思います。はい、これ冷やしといた生地ですね。これを、ちょっと伸ばしつつ、切って重ねていくっていう作業をしていきます。で、いつもはフィルムとかで挟んで伸ばすんですけど、ちょっと今日はこの強力粉、パン屋さんと一緒なんですけど、これを打ってテーブルにくっつかないようにしてます。で、この粉も味わいなんで、そんな気にせず適当にパッパ巻いてスコーンは作ってください。スコーンって結構家庭的な気軽に作れるやつなんで、気にせず今日やっていきます。で、これ少しだけ伸ばして何がしたいかっていうと、バターがこれ細かくいっぱい入ってるんですね。それをこうミルフィーユみたいに層にしていくっていうことをやっていきます。カードで切って、でこっち粉ついてるんで払ってあげて重ねると。これ4回やります。これ今1回。これ適当で大丈夫ですよ。1回やって、2回目。こうやって重ねることによってバターが粗く入ってるんですけど、こう細かい層になってスコーン焼いた時にこうブブブブブって膨らむっていう
イメージです。これをもっと何回も繰り返すと、あんまり膨らまない、なんかこう目の詰まったようなスコーンになっちゃいます。4回ぐらいが美味しいと思うんで、今日は4回にしてます。はい、これ今日なんですけど、6センチの型で抜いていこうと思ってます。で、厚さは2センチぐらいかな。これ厚みも好みなんですよ。今日は2センチぐらいで抜いていきます。これ6センチのやつです。こんな感じです。結構ね、ちょっと薄いんだけど、ちょっとこう層になってる感じ。このぐらいまでやるといい感じです。で、この生地なんですけど、もったいないんで、これももちろん焼きます。で、これを重ねちゃうと、層が変わっちゃって浮かなくなっちゃうんで、なるべく同じスペースでこうやって合体させて、もったいないんで、また抜いてください。これちょっと切れ端まだあるんですけど、もうこれはおやつにしましょう。丸めちゃって、これで端っこに乗せてこれも焼いていきます。はい、この後ちょっと上に卵黄を塗っていくんですけど、その前にオーブン180度予熱しといてください。焼くのは170なんですけど、開けた時に温度が下がるので180度予熱で準備しといてください。で、このままもちろん焼いてもいいんですけど、これちょっと1個卵黄ですね。卵黄を上に塗ってあげると、すっごい綺麗な状態で焼けるので、おすすめです。ちょっと紹介します。こうやって上に溶いた卵黄を塗ってあげるだけです。で、実はこれ牛乳とか上に塗っても綺麗に焼けるんですけど、卵黄はすごい濃く焼き上がります。あとは卵黄と牛乳混ぜたりとかしても綺麗に焼けるんでおすすめです。はい、じゃあこれで焼いていきたいと思います。はい、いい感じに焼けました。美味しそうです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、スコーン食べてみたいと思います。ね、いい感じに出来上がりました。うん。サクサク。でもしっとりしてる。結構いい感じです。さあ、これ、ポイントのおさらいですね。これ、簡単です。1個しかポイントないんです。あと、全部混ぜるだけで混ぜて、で途中、1、2時間ぐらいかな。ちょっと冷やしたじゃないですか。その後伸ばして、カットして重ねる作業。これを何回やるかによって、この層の食感が変わってきます。もう伸ばして1回しかやらなかったらこの層がね結構大きくなったりするんですよ。これはもう好みなんで皆さんあれ重ねてやる回数これによって味が変わるってところだけポイントなんで覚えてください。あとは抜き型で抜いたんですけど別にこう切って焼けばもう失敗しない普通のいろんな形のスコーン作れます。なので抜き型で抜く必要もないのでぜひチャレンジしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。